どちら様ですか？私はボイロ市役所幸福管理局市民幸福総合推進、及び幸福税徴収並びに幸福政策総合管理課、略して幸福課のものです。結局どちら様なのだ？市役所の人みたい。市役所の人が、うちに何のご用ですか？はい。本日はこちらを各ご家庭にお配りしております。何なのだそれ？幸福測定バンドです。こちらのバンドを首に装着してください。こんなの首にはめるの？なんだか怖いのだ。装着していただいた方には、こちらの商品券を差し上げております。チョコミントアイスがたくさん買えるよ。ずんだ餅も買えるのだ。エビフライ。お喜びいただけたようで幸いです。詳しくは冊子をご覧ください。とっても美味しいのだ。またこのバンドさんが鳴ったのだ。私のもたまに鳴るけど、どういうタイミングで鳴るんだろうね。うちはまだ鳴ったことないな。これはきっといい子にしていると鳴るのだ。茜は僕をもっと見習った方がいいのだ。だから僕を敬って今すぐずんだ餅とずんだソーダを買ってくる。洗い物しちゃうね。こんにちは。この間の幸福課のものです。本日は税金の徴収に伺いました。何の税金ですか？幸福税です。幸福税？はい。先月分の幸福に応じて課税が行われます。税金って何なのだ？税金はみんなが使う道路や建物を作ったり直したり、国のために働いたり働かなかったりする人たちのお給料に使われるためにみんなが少しずつ払ってるお金だよ。なるほどなのだ。でも幸福なんてどうやって測ったんですか？そちらのバンドを通して、皆様の幸福情報が私たちの元へ送信されるようになっています。のだ。税金はいくらなんですか？ことの葉葵様が先月幸福を感じた回数は20回、点数は1500点で、1500円になります。1500円もあったらチョコミントアイスが山盛り買えちゃうよ。葵はチョコミントアイスを食べ過ぎなのだ。だからきっと税金も高くなるのだ。ズンダムスさんは？ズンダモン様が先月幸福を感じた回数は280回、点数は35000点で35000円になります。のだ。ことの葉茜様は今回徴収分はございません。どうしてお姉ちゃんだけないんですか？幸福税は一定の数値を超えた強い幸福に対してのみ課税が行われることとなっております。じゃあお姉ちゃんはあんまり幸福を感じてないってことですか？幸福値は平常値と比較して測定されます。詳しい測定基準についてはお教えできかねますが、その解釈でおおむね正しいかと存じます。そうなんですか。どうして僕はこんなに高いのだ？ズンダモン様は小さなことでも強い幸福を得られる方、つまり高幸福所得者ということなのです。おめでとうございます。じゃあもしかしてこのバンドが鳴るのって？はい。そのバンドは装着者様が強い幸福を感じた時になるようにできております。幸せになるだけでお金を取られるなんて、そんなの絶対におかしいのだ。僕はこんなの払わないのだ。幸福は社会全体の資源です。一人が幸福を独占することで、他の方が相対的に不幸になることになります。そんなのは不公平ですよね。のだ。もしも支払わなかった場合、どうなるんですか？幸福税の納税は国民の義務です。支払っていただかない場合、最終手段として強行的な手段を取らせていただく場合もございます。皆様のご理解とご協力がより良い幸福な社会の構築につながります。ご理解と積極的なご協力のほどよろしくお願いいたします。はあ、結局生活費で払ってもらっちゃったのだ。でも子供割で少し安くしてもらったけど、こんなに高かったら生活できないよ。今後はあんまり幸福を感じないように気をつけなくちゃだね。生活ができなくなるのはきっと大変なことなのだ。これからは僕も気をつけないとなのだ。それにしても今日は太陽がポカポカでいい気持ちなのだ。またお金を取られちゃうのだ。どうしようなのだ。そうなのだ。このバンドを外しちゃえばいいのだ。ぐぬぬぬ。全然取れないのだ。お家に帰ってハサミできるのだ。バンドを無理やり取ろうとしたらしいぞ。無理やり取ると爆発するって説明書に書いてあったのにな。バンドを取るのはやめておくのだ。おやさけんでさん、その商品券はどうされたのですか？モグオさん、これは節税のために役所で幸福を返納したらくれたんですよ。役所でムチ打ち三角木馬をしてもらった。全然違いますね。幸福の返納。この機械を頭にかぶせると、あなたが幸福に感じることの返納ができます。のだ。返納っていうのをしたら、お金はどうなるのだ？
返納した幸福に関しては、もう税金を納める必要はございません。さらに返納していただくと、商品券とこの幸福バッジも差し上げております。本当なのだ。それじゃあ早速返納するのだ。ありがとうございます。もしかして他にも幸福を返納したらもらえるのだ。もちろんです。たくさん返納していただければ、その分商品券もたくさん差し上げます。わーいなのだ。たくさん返納するのだ。ずんだ虫さん、今日はずんだ餅食べていいからね。あんまり喜びすぎないようにね。いただきますなのだ。ずんだ餅おいしいのだ。月に1回だけなんだから、もうちょっとくらい喜んでも。なんか前より美味しく感じないのだ。どういうことなんですか？ずんだ虫さんが、もう二度と幸福を感じないって。先ほどご説明した通りです。幸福に感じる行為そのものの返納を行った場合、返納した行為を行っても二度と同じ幸福を感じなくなるのです。ご記入いただいた必要書類にもそう記載されております。そんな。返納した幸福を返してもらうことはできないんですか？申請者様ご自身が望まれたことですから、ご本人様都合の返還になりますと少々難しいですね。そうですか。でも、こんなのってかわいそうすぎるよ。もう二度と幸福を感じれないなんて。他に方法はないんですか？一つだけございます。本当ですか？教えてください。私、ずんだ虫さんのためなら何でも。はい、それではご説明いたします。ほら、ずんだ虫さん、ずんだ餅たくさん買ってきたよ。ずんだ虫さんがもらった商品券で買ったから、全部ずんだ虫さんのだよ。ずんだ虫さん。楽しくないのだ。今まで楽しいと思ってたことが何にも楽しくないのだ。今までどうしてあんなに楽しかったのだ。僕は何が好きだったのだ。僕は何なのだ。太陽がポカポカでいい気持ちなのだ。太陽がポカポカでいい気持ちなのだ。葵、どうしたのずんだ虫さん？葵が楽しみにとっておいたチョコミントアイスは、実は僕が食べちゃったのだ。そうなんだ。アイスくらい別にまた買えばいいよ。ただのアイスじゃないのだ。チョコミントアイスなのだ。別にずんだ虫さんのためじゃないよ。幸福を感じたらまたお金がかかるでしょ。じゃあどうして幸福の返納じゃなくって幸福の交換をしたのだ。幸福の交換？はい、返納した幸福は同程度の幸福との交換も可能です。この書類に必要事項をご記入していただければ、すぐにでも交換手続きを実施させていただきます。いかがなさいますか？うちの幸福は点数が低すぎるので難しいかと。そうですか。ごめんねずんだ虫さん。私のチョコミントアイスを食べる幸福じゃ、ずんだ餅を食べる幸福は取り返せなかったんだ。返納した幸福はもう二度と戻ってこないのだ。僕の方こそごめんなのだ。ごめんなさいなのだ。幸福家の人も言ってたでしょ。返納した幸福はもう二度と幸福に感じることはありません。ですがそれは今までと同じ幸福を感じることはないという意味です。幸福を育てることができます。私たち幸福家は市民の皆様のますますのご幸福を記念しております。だから大丈夫だよずんだ虫さん。また一緒にみんなで私たちの幸福を育てていこうよ。葵、わかったのだ。みんなで一緒に幸福を育てるのだ。その後、広範な抗議運動が市街を覆い尽くし、何者かの手により国会が爆破され、幸福税は正式に廃止された。そしてこれまで返納されていた幸福も、
段階的に市民へと返還される運びとなったのであった。今日はとってもいいお天気なのだ。空気もとっても美味しいのだ。ずんだ虫さん、何してるの？のだ。また幸福を取られちゃうかもしれないから、今のうちにいっぱい幸福を感じてるのだ。そうだね。それじゃあ一緒に日向ぼっこしよっか。葵、ずんだ虫さん、お買い物に行くよ。あ、これ、外し忘れてた。